こんにちはったらこんにちは。いずもです。今回はちょっと変わった DIY のお話。電子工作とはまた違ったリアルなトラブル解決のお話です。なんとうちの洗濯機が壊れちゃいました。排水ができなくなってしまうという緊急事態。もう7年ほども使っているパナソニックのドラム式洗濯乾燥機なんですが、突然使えなくなって焦りました。結果的には何とか自分で直すことができたんですが、その時の慌てぶりと意外と見落としがちな原因について詳しくお話していきます。ではちょっと資料を見てください。まずは事件当日。嫁様から届いたメールを見てみましょう。第一報。洗濯機が大変なことに。排水が詰まってるみたいで洗濯できない。ちょっと水浸しになってしまった。から始まって、第2報では、どうする？修理？今夜買い替えちゃう？とかなりの慌てぶりです。洗濯機が使えないのって生活に直結する問題ですからね。軽くパニックになるのも仕方ありません。嫁様が家電量販店に問い合わせたところ、修理費用が結構高額だということが判明。18,000円から56,000円。しかもこれに出張費が5,000円プラスされます。この金額を払うなら、新しい洗濯機を買った方がいいんじゃないかと、僕も本気で考え始めました。先ほどのメールにもありましたが、修理よりは買い替えの方が復帰は早そうです。でも、ちょっと待ってよ。まだ諦めるのは早いかも。もしかしたら自分で直せる部分があるかもしれない。そう思って洗濯機のマニュアルを引っ張り出してきて原因を考えてみました。マニュアルには原因としてこんなことが書いてあります。排水フィルターが目詰まりしている。排水口にゴミが溜まっている。排水ホースの水の流れが悪くなっている。本体の故障。最後の本体の故障はもうどうしようもないですが、それ以外の3つは自分でチェックできるはずです。というわけでチェックしてみました。当時は動画を撮ってなかったので、今回新たにチェックのやり方を動画にしたのでご覧ください。排水フィルターです。ここは真っ先に嫁様がチェックしました。弊社では普段からここの掃除は結構まめにやっています。注意点としては、EU11 発生中にここを開けると水が溢れ出して大惨事になります。嫁様の文面にあった洗濯機が大変なことにとは苦労させていたのでした。OK みたいなのを準備してから開けましょう。それでは排水口を見てみましょう。狭くて手が届かなかったので、洗濯機をちょっとずらしました。めっちゃ重たかったです。留め具がネジになっているので、左回しで外します。これで簡単にパイプは外れます。パイプも一応覗いてみたのですが、この時は大丈夫そうでした。当日はこの時点で水がギリギリ排水口の縁まで溜まっていました。あの時は構造がよくわかっていなかったので、ブラシを突っ込んだりして四苦八苦しているうちに排水トラップが取り出せました。今は何ともないですが、ここにびっしりヘドロみたいになった繊維くずが詰まっていて水が流れなくなっていました。ああ、これかと思いながら割り箸でゴミをかき出してきれいにしました。トラップを再び差し込んで、パイプも戻して、留め具のネジを締めたら出来上がりです。その後、試しに洗濯を回してみて、勢いよく排水されるのを見たときは結構嬉しかったです。嫁様も大変喜んでいました。翌日もコインランドリーに行くつもりだったみたいですからね。というわけで、ちょっと見落としがちな排水トラップの詰まりというトラブル事例を紹介しました。結構こういうトラブル多いみたいなので、自分家で起こっても慌てないでチェックしてみてくださいね。さ
さて、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画参考になったなと思われましたら、高評価ボタン、チャンネル登録などよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。